こんにちは、つんです。突然ですが、皆さんのお宅にはテレビは何台ありますか？我が家はリビングに1台、そして10年前にリノベした当時は寝室にもテレビを置きたいなと思っていて、リノベ会社さんにお願いしてテレビを壁付けできるようにわざわざ下地とコンセントを取り付けてもらっていたんですが、結論から言うとこれは全部無駄に終わりました。テレビを買うか迷っているうちにプロジェクターがどんどん進化して今ではすっかり日常になりましたよね。我が家も寝室ではプロジェクターが大活躍です。あの時急いでテレビを買わなくてよかったなと思いました。そんなプロジェクターも今はいろんなメーカーから新しい機種が続々登場しているわけですが、今回はエプソンの最新プロジェクターをお借りすることができたので、正直にレビューしていこうと思います。はい、それがこちら。ライフスタジオフレックス EF72 です。ガジェット感のない家具のような見た目がいい感じです。上部は多くの木目調になっているんですけど、これが木目のザラザラとした手触りも再現されていて、色も質感も本物みたいで高級感がありました。これなら置きっぱなしでもいいですよねっていうか、むしろ飾っておきたいぐらいインテリアに馴染みます。ちなみにオールホワイトカラーの EF71 もあります。白は凛とした佇まいでこちらもおしゃれ。 EF72 とは少し機能が異なる点があるんですけど、それは動画の最後にお伝えしたいと思います。一見ライトっぽいデザインだなと思っていたら、実はアンビエントライト機能もついていて、間接照明としても使えるんですって。照明カラーも複数パターンあって、それぞれ明るさも段階を選べるので、例えば寝室の枕元に置いて寝る前の読書だったり常夜灯にもぴったりです。本体サイズは幅と奥行きが19センチ、高さが25センチ弱。重さはおよそ4キロで割とずっしりしているんですけど、筋肉のない中年の私でも持ち運びできる重さです。同梱物はアダプターと電源コードとリモコンととってもシンプル。コンセントにつなぐだけなので設置も簡単です。背面には HDMI 端子と USB-A、オーディオアウト端子、さらに PD 対応の USB-C 端子がついているので、大容量のモバイルバッテリーをつなげれば、コンセントがない場所や屋外でも使用できます。別途チューナーを用意すれば地上波も見ることができます。はい、では実際に使ってみようと思います。Wi-Fi などの初期設定は指示通りに入力するだけであっという間に完了。Google TV が内蔵されているので、Netflix、YouTube、Amazon プライムビデオなど主だったコンテンツはすぐに楽しむことができます。言うまでもないですが、音声検索も可能です。そしてスクリーンの大きさは距離で決まります。近づければ小さく、離せば大きくなります。例えば 1.6 メートルで60インチ、2メートルちょいで80インチくらい。で4メートル離すとなんと150インチも可能なんだとか。うちはそんな大きな画面を映せる壁はないんですけど、そもそも今あるテレビは37インチなので、80インチあるとすごく大きく感じます。やっぱりスクリーンが大きいと迫力があるし、同じ映像を見るにしてもテレビとはまた違った感覚です。初めてプロジェクターを使った時は結構感動しました。感動といえば個人的にすごいなと思ったのは自動台形補正機能。プロジェクターが壁との距離や角度を認識して自動で補正してくれるんです。今ちょっと試しに本体を移動してみますね。はい、補正が完了しました。たった6秒で自動でまっすぐになるなんて結構すごくないですか？手動で調整が必要なタイプは地味に面倒だし、自動補正でもここまでスピーディーなのは私の初体験だったので、これはすごく便利だなと思いました。
そして足がついているのもポイントで、床に直接置いて使えるっていうのはもちろん、置いたままの状態で縦に105度、横に180度角度が変えられるんです。これだけ自由に動けば置く場所にも困らないですよね。斜めからも投影できるので壁に対して正面に置かなくても大丈夫です。うちのテレビボードに置いた状態で横の壁に投影することもできました。さらに背面の一部が取り外せるようになっていて、取り外せばこんな風に完全に上を向けることもできるんです。その日の気分で天井に投影して寝っ転がってみるっていうのもありですね。寝室はもちろんですけど、リビングでも寝っ転がってみるとリラックスできて超快適でした。それでもどうしても置く場所に困るという方には別売りのフロアスタンドもあります。はい、そして肝心の映像はどうなのかというと、こんな感じです。すごく綺麗ですよね。明るさは最大1000ルーメン。エプソン独自の 4K エンハンスメントテクノロジー採用で、ネイティブ 4K ではないんですけど、4K 相当の映像を再現してくれる仕組みなんだとか。私は機械に疎いのでちょっと詳しいことはわかんないんですけど、とにかく申し分ないクオリティでした。試しに電気をつけた夜のリビングで映してみたところ、かなりくっきりはっきり見れて驚きました。これなら真っ暗にしなくても十分に見れます。たださすがに昼間のすごい明るいお部屋ではちょっと見にくくなりましたが、カーテンを閉めれば問題なさそうです。当然真っ暗にするのが一番なんですけどね。ちなみに壁の色を自動で判別してホワイトバランスを調整してくれるので、壁の色が白でなくても問題ないです。色のモードもナチュラル、ビビッド、シネマ、標準の4種類が選べるし、お好みに合わせて細かく調整することもできます。プロジェクターは映像だけではなく音も大事ですよね。エプソンは当然音にもこだわっていて、本体の下前面にあるスピーカーはサウンドバイ BOSE テクノロジー搭載。BOSE らしい豊かな低音とクリアな音質が楽しめます。カメラのマイクなので伝わらないかもしれないんですけど、ちょっと聞いてみてください。どうでしょう？低音がしっかり響く重厚感のある音質で、ステレオサウンドなので、部屋全体が音に包まれているような感覚でした。これなら映画も音楽もライブ映像も臨場感たっぷりで楽しめますよね。もちろん Bluetooth でスピーカー単体としても使えるので、好きな音楽をいい音で満喫することもできます。そして何といっても安心の日本製。エプソンというだけで信頼感がありますが、修理も国内のプロジェクター修理専用ラインで対応。豊富な経験を持つスタッフが迅速に対応する体制が整えられています。はい、そして冒頭でお伝えしたホワイトカラーの EF71。白い家電が好きな私としては、スピーカーの部分もホワイト仕様なのが好印象。モノトーンのインテリアにはこちらの方が合いますね。EF72 との違いは、画質がフル HD で、ライト機能と USB-C 端子がついていないところです。その分価格は抑えられているので、屋外で使う予定がないっていう方や、ライトがいらないよっていう方には、より手に取りやすいモデルとなっています。プロジェクターはテレビのように場所を取らないし、コンセントと壁さえあればどこでも見れるのが最大のメリット。そして大画面の綺麗な映像と臨場感のあるサウンドで、テレビとは違った没入感が楽しめます。友達や家族とスポーツ観戦をしたら盛り上がるだろうし、大画面のゲームは迫力も違いますよね。我が家もプロジェクターを使うようになってからおうち時間が前よりもかなり充実しました。エプソンのプロジェクターは見た目も機能も安心感も二重丸。オープン価格なので動画には価格を表示していませんが、
気になる方はぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録、ハイプをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。